さんこんにちは。かよです。今回はですね、こんな感じのメイクアップをしてみました。手についてる。夏コスメ大量レビューっていうことで、まだね、春夏コスメ大量レビューやってたんですけど、夏コスメオンリーでは初めてかなっていう感じなんですが、今回も私の気に入った商品も実際に使っててめっちゃ可愛いと思ってる商品を中心に、夏メイクを仕上げてみたので、よかったら最後まで見ていってください。ということで、どうぞ。では早速大量レビューやっていきたいと思います。まず一つ目、こちら。じゃん !3 から発売されたバランシングプロテクティブ UV クリームです。こちら SPF40 のアイテムになってます。はい。伸ばしていくとこんな感じです。結構しっかりめなテクスチャーで竹由来の UV 成分が入っています。なんか竹由来のバンブー UV ベールっていうことで、他のブランドさんではあまり聞いたことがないようなね、成分でできてますよね。竹×レモングラスっていうことで、自然由来指数が 82% だけかな？だそうです。で、実際これ旅行中とかも使ってたんですけど、つけ心地もね、かなりいいです。ただそんなにね、伸びがすっごいいい下地かって言ったらそうでもないので、なんか、半顔ずつなじませながらのせていってあげた方が固まらずに、ほら、今ちょっとね、先に点置きしちゃったから固まってる部分が、ムラになっちゃってる部分があったんですけど、ちょっとずつ伸ばせばムラにならないので、そうやって使ってあげるといいかなと思います。なんか自然なツヤ感も演出してくれるし、なんかプリッとしたお肌に仕上げてくれる感じで、すごいいいです。はい、こんな感じ。初めはね、意外と白いかなと思うんですけど、馴染むと透明になってくれるような感じで、決してそんなにこう塗った後のお肌がすごく色が変化するっていう感じではないです。なんかすっごい密着力が高くて、触り心地が塗ってない方と塗った方じゃ全然違くて、プリッとしてるんですけど、そんななんかみずみずしいっていうテクスチャーではなくて、中にね、皮脂吸着パウダーとか、パウダー成分も含まれているみたいなので、このテクスチャーになってるのかなと思います。時間が経った後もなんか変に厚塗り感があるようなカバー力がすごい高いタイプじゃないからこそ、なんか汚くよれにくい感じがして、そこもね、旅行中愛用しててすごくいいなと思ったポイントです。すごくいいと思います。日中用クリーム、日焼け止め、化粧下地って記載されているので、ほんとスキンケア感覚で使える日焼け止めクリームになってます。はい。これすごいいいです。おすすめ。こちらもですね、新しく最近登場しました。じゃん！エトボスから発売されたミネラル UV シルキーフィットプライマーペールベージュです。SPF50 PA4 プラス入っております。こっちはこんな感じで、ちょっとミルキーなテクスチャー。こっちもプリッとするんですけど、こんな感じです。さっきの3が少し固形寄りのクリームタイプの日焼け止めだとしたら、こっちはね、美容液っぽいというか、乳液味も感じるような、ちょっと重めな美容液のテクスチャーっていう感じです。これもこれでね、すごくフィット感があって、毛穴も埋める効果もありそうなんだけど、硬すぎず、すごくこう馴染みやすいようなテクスチャーですね。ちょっとじゃあこれもせっかくなので塗ってみようかな。版画を乗せてみますね。やっぱもうね、夏になってきて日焼け止め効果大事じゃないですか。さっきの3はそんなにカバー力とかはないんですけど、光でなんか肌を整えてくれる感じがあるというか、ほんと綺麗にお肌が見えますよね。では、こっち、エトボスの方を塗っていきます。結構テクスチャーはね、こっちの方が緩め、さっきの3より緩いので、点置きしてバーって伸ばしても伸ばしやすいようなテクスチャーではあります。はい、こんな感じ。さっきは鏡見ないとムラになってそうでちょっと怖かったんですが、これは、まあ見た方がいいんですけど、鏡は。でも見なくてもなんか簡単に伸ばせてるなーっていう感じ。これも綺麗なんだよね。
で、毛穴の凹凸感カバーはどっちも結構あるなって感じます。でもどっちもやっぱり自然由来な、オーガニック系の、成分で作られてるからか、なんかこう光で飛ばす感じですよね。ただ意外と3の方が、こう、ツヤというか発光感があって、エトボスの方がよりなんか本来のみずみずしさって感じかな。でもどっちもすっごい綺麗です。エトボスの方が今塗ったばかりっていうのもあるかなとは思うんですけど、エトボスの方が若干より保湿力を感じますね。3の方がピタッとこうベールをまとってるっていう感じでもうフィットしてますっていう感じになってます。崩れにくさ重視でツヤ感も楽しみたい方は3で、保湿力だったりとか SPF 効果が高くて自然にナチュラルにお肌をきれいに作り込みたい方はエトボスいいかなと思います。どっちもねマジで結構いい感じの仕上がりなので好みにもよると思うんですが、SPF50 あるとすごい嬉しいけどね。はい、次はですねリニューアルしてて最近まためちゃくちゃ気に入っているこちら。じゃーん、エトボスのミネラルマルチパウダー3かなです。これ結構前から発売されていて、何回もリニューアルしていて、今回また、今年に入ってからかな、リニューアルされて、めちゃくちゃ、より密着力、ごめんなさい。より密着力も上がって、すごく良くなったので、ちょっとね、改めて紹介したいと思います。これまだ使ったことない方いるかな？めっちゃいいんですよ。で、今回限定色も今発売されてて、2色発売されてるんですが、手元にね、ラパンピンクがありますね。はい、4色手に出してみました。こんな感じです。一番上のこちらのカラーが限定色ですね。こちらの3色は定番で発売されているカラーです。可愛くない？めっちゃ。全部可愛い。で、こちらがなんと、チーク、リップ、アイシャドウに使えるようなマルチパウダーになってます。今発売されてる夏のね、限定色が2色あるんですけど、その1色はこのラパンピンクっていう一番上の明るめなピンクカラーで、ベースにもね、良さそうなカラーなんですけど、結構ね、限定色、コンスタントにいろんな色を出してくれているので、これをね、集めるの好きですっていう方もね、コメントで以前見かけたりして、やっぱね、愛されてるね、アイテムかなって思います。ラパンピンクを使って、アイシャドウに、ちょっとアップにしようかな。美容液マルチパウダーで作られていて、高オイル処方なんですよね。で、高オイル処方なんですけど、目元に使ってもよれにくく、設計してくれているので、すごいですよね、なんか。で、普通に使い心地的には、なんかパウダー、アイシャドウって感じで、これリップにも使えるのっていうテクスチャーです。結構サイズ的にも、なんか普通にチークブラシにも取りやすいサイズ感。で、これは、クリニークのチークブラシで取って、目の下にじんわり重ねていきます。ちょっと白みっぽくてお肌がなんか明るく見えて良さそう。この色良くない？はい、こんな感じですね。この3色使おうかな。はい、ということでトープピンクを二重幅とかに重ねていきます。トープピンクもめちゃくちゃおしゃれな色なのでおすすめ。これ定番で嬉しいカラーです。結構発色しっかりいいよね。ちょっと同じ色のアイシャドウでポイントに頬をいいんじゃない？で、ちょっとせっかくなのでこのトープピンクを唇にも使います。うん、すごい。どう？でも今ね、限定だったかなと思うんですけど、このルージュブラウン。これも私大好きで。これをちょっと内側に重ねたい。完全に
私好みです。めっちゃブラウンじゃない？ルージュブラウンまだ売ってるとこあったらぜひチェックして。ちょっとこうグロスとか上からね、ちょっとだけ重ねてあげると。はい、こんな感じで。ちょっとまつげとかアイライナーとかしてないので、ちょっと普段よりも目元がだいぶ眠そうになってるかなとは思うんですけど、この1種類だけでリップもこんな可愛いし、アイメイクもチークも普通にめちゃくちゃすごいです。はい。マジでおすすめ。私がめちゃくちゃ好きな色、この限定色も大好きなんですけど、このトープピンクもね、すっごい大好きです。はい。使いやすい。トープピンクと、あとは限定のラパンピンクもベースに仕込むと可愛いし、チークにもめちゃくちゃ肌が明るくなるようなカラーでおすすめです。はい、一旦メイクを落としてきました。次はですね、スックの夏コスメやってきます。いや、スックはもう毎回本当に売り切れるのが早くて、そう、ちょっともう今も完売してる商品も結構あるかなと思うんですけど、もうマジで可愛くて、ちょっと買ったので、ぜひ使い方見たいですっていうコメントだったりとか、買えなかったけど、ぜひ見させてくださいって言ってくれるね、コメントとかもたくさんいただいたので、紹介させていただきたいと思います。ちなみに今、ベース直しで使ってきたのもスックで揃えてみました。このザ・プライマー本当に優秀なので、まだ試したことない方とか気になってる方は、店頭とかでね、ちょっとサンプルくださいって言ったら、パウチに入ってる1回2回分ぐらいのサンプルくれるかなと思うので、ぜひ試してみてほしいです。で、こちら、リクイドファンデーション。これもね、お気に入りです。こんな感じに仕上がります。はい。では、まずアイシャドウからやっていきます。まず一つ目、こちら。じゃん。スックシグネチャーカラーアイズの147番です。もうね、スックは本当にね、配色がおしゃれなんですよ。あ、これとこれ一緒に入れるんだみたいな新しさとこう斬新さと、なんか新しい自分になれる気がしてくるようなこのワクワク感が詰め込まれたパレットになっていて、今回もまたね、すごくスックらしくて可愛いです。はい、手に出してみるとこんな感じです。パッと見結構ね、紫だったりオレンジだったりピンクだったり赤っぽいバーガンディだったり派手かなと思うんですけど、決してね、どの色もめっちゃ濃いっていうダークカラーが入っているわけじゃないので、馴染ませていきながら使っていくと全然そんなにきつい印象だったりとか派手な印象にならずに使いやすいカラーパレットになってるかなと思います。これ本当に可愛くてめっちゃ愛用してます。まずじゃあこのピンクから使っていきます。結構ね、スックは粉質がすごく良くてしっとりしてます。この色もすごい明るく見えるんですけど、割としっかりこんな感じで陰影を作ってくれるので、もうかなり広めにのせてあげて、眉の下のあたりまでのせます。結構ベビーピンクに見えるんですけど、のせてみるとちょっと深みが足されるような大人なピンクカラーなので、仕込みのピンクにぴったりですね。同じカラーを目の下にも先に塗っておきます。目の下にはこのスックのね、付属でついてくるチップで入れるのすごくおすすめです。このチップも使いやすくて好き。ほら、こうやって、待ってね。こう塗ると、塗った方がよりこう出目になるというか、ちゃんと目が立体感が出ますよね。はい、こんな感じです。ここのカラーとここのカラーを混ぜて、ちょっとブラウンオレンジっぽいカラーを作ってまたのせます。二重幅より少し広めにのせて、今こっちの短めのブラシでカラーを取ってたんですが、こっちの長めなブラシに持ち替えてぼかしていきます。結構ね、こういうメイクはぼかすのが大事なので、はい、何もついてないチップを1個一面だけ残しておくとすごくメイクしやすいです。で、ほんとちょっとだけついてるやつでそのまま下も撫でるような感じでぼかします。はい。したら目の際にこのカラー単体で
つけていきます。この色もね、ちょっとレンガっぽくておしゃれな色なんですけど、そんなにきついカラーじゃないので、目の下にがっつりのせても暗くなりすぎないです。結構中央あたりまでのせときます。いいよね。ここ、キラッキラのカラーですね。これもラベンダーカラーなんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。これをまず目の際に、そんなにギラギラするようなカラーじゃないので、どう？いいんじゃない？透明感がアップします。で、指で取って、目の上にもふわっと。ふわっと。かわいい！このさ、オレンジとラベンダーの組み合わせが唯一無二な感じというか、ちょっと今のトレンドでもあるのかもしれないんですけど、ちょっと違う2色を組み合わせるっていうね、感じがおしゃれなんですよね。ちょっと上からオレンジ味がね、ちょっとラベンダーが結構勝っちゃってるので、このオレンジをもうちょっとだけ二重幅に足してあげて、だいぶいいと思います。アイメイクまだ終わりません。こちら、じゃん！スックから新しく発売されたディファイニングアイラッシュベースアイテムです。じゃん！マスカラっていうことで、ちょっと私今回初めて買ってみたんですけど、まだね、使い始めて間もないんですが、めちゃくちゃ綺麗です。なんか、使い心地的には綺麗にロングって感じなので、嘘つきマスカラだったりとか、なんかそっち系かな？なんかまるで自分のまつげがもともと長くてコシがあって綺麗ですみたいな、そんな感じに演出してくれます。はい。ちょっとじゃあ塗ってみます。ベースはクリアタイプになっていて、特にね、繊維とかもパッと見えないかな。色もつかないので、どんなマスカラの下に塗っても喧嘩しないかなっていう感じですね。この下地の時点でちょっとね、まつげがキープ力がアップするのと、あとなんかちょっと長くなってる感覚を感じます、この時点で。繊維が入ってない分、なんか目に繊維が落ちてきちゃって目痛くなるとか、そういうトラブルもなくて、使い心地的に朝急いでる朝とかでもなんか目に刺さったりとかしないから使いやすいなーっていう感じで気に入ってます。最近結構ね、やっぱ大人なまつげの仕上がりになるので、まつげのボリューム感大事なんだけど、でもなんかまつげ上げてますみたいな、ボリューム満点ですっていうよりかは綺麗にセパレートしてまつげをこっそり盛りたいみたいな、そういう大人な方にすごく好まれるようなマスカラかなと思います。めっちゃ塗りやすいんだよね、これ。なんか特に形状がものすごい不思議とか、なんかこうなってますみたいな特徴があるわけじゃないように見えるんですけど、至ってシンプルなんですけど、めちゃくちゃのせやすくて、これお気に入りな感じで。で、せっかくなので目の下も。はい、いかがでしょうか。マスカラ、下地だけだとこんな感じです。下地だけだけど、もうすでにだいぶ綺麗ですよね。なんか決して束感がめちゃくちゃアップしたとかではないんですけど、なんか自然にまつげ長い人にしてくれてませんか？ちょっとスックのベース期待以上だったかなって思ってます。いいよね、これ。しかもなんかそんなに硬くガチガチになってないのよ。すごくそんなに重くないっていうか、ふさふさっとしてて自然に仕上がってくれてるとこも好きです。そしたら次ですね、こちらじゃん、 3D アイラッシュマスカラウォータープルーフ使ってきます。今回はウォータープルーフにしてみました。もう一個ウォータープルーフじゃない方も発売されたんですが、私は結構普段からがっつりね仕上げるのが好きなのでこっちにしてみました。もうこれもね、すごい自然にロングにしてくれて気に入ってます。今回は普通に塗って完成させてきますね。束感をさ、ピンセットで作ったりとかせずに、
ロング、カール、仕上がり、キープ、セパレート、ツヤにこだわって作られてるみたいで、確かにね、確かにって感じです。普段2度塗りぐらいしないと結構ね、ロング力を満足できなかったりするんですけど、これもう一度塗りでももう十分すぎるぐらいロングですね。って言いながら二度塗りしてるんですけど結構良くないですか？普段よりもロング効果だいぶ出てる気がします。遠くから見ても結構ですよね。最近はね、ピンセットでまつげをこう束感作ってボリュームを見せるみたいなまつげにしてることが多かったんですけど、なんかそうじゃなくてもこんなに満足度が高いマスカラ見つけちゃったよねっていう感じですね。とにかくロング力が桁違いにあるので、なんかこうお人形さんみたいに作り込んだメイクをするときはもちろん束がっつりこうひじきみたいな束感でもいいと思うんですけど、なんかこう普段メイクの時とかにあんまりそんなこう束ですっていう感じのまつげにしたくないけど盛りたいなっていう方はこれめちゃくちゃおすすめです。次はですね、こちらじゃん、スックのブラーリングカラーブラッシュ110番です。これもめちゃくちゃ可愛いです。今回スックすっごいお気に入りのもの多いんですけど、特に私このチークすごい好きでした。っていうのも、またこれもね、ピンクとオレンジっていう結構違う2つのカラーがセットされてるんですけど、すっごい色も可愛くて、こんな感じの2色になってて、どっちもね、綺麗なツヤというか自然なツヤ感は出てると思うんですけど、特にこのピンクのカラーが2つをこう混ぜて使った時に本当にね、お肌を綺麗に見せてくれるんですよ。ちなみにこう2色ちょん乗せてみるとすごい自然なチークに仕上がります。これ実際塗った方が分かりやすいと思うので、実際早速塗ってみますと、パウダーまだね乗っけてないので、まずスックのパウダー乗せてからにしよう。いきまーす。真下に。なんか色もつくんだけどツヤ感がとにかく綺麗で、ちょっと今分かりやすいようにオレンジをしっかりつけてみたんですが、かわいい。でちょっと鼻の上とかにもピンクをのせてあげちゃう。もうハイライトのように使っちゃう。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗ですよね。これお気に入りです。はい、こんな感じでちょっと髪の毛も整えてみましたよ。リップは定番のカラーにしました。スックのベルベットフィットリップスティックの08番。このカラーもめちゃくちゃ可愛くて、ちょっとブラウンオレンジっぽい色なんですけど、お気に入りです。これを全体に塗った後に、内側により濃くしたいところに、これもめちゃくちゃ使ってるんですけど、10番。モイスチャーグレーズリップスティックの10番。これがツヤ系です。2色を重ねて、内側に描いて。こっちがちょっとレンガっぽくて、こっちはちょっとね、若干プラム寄りでもあるんですけど、重ねると可愛いです。いかがでしょうか？結構アイメイクとかもカラーメイクっぽい感じでいろいろ重ねてはいるんですけど、意外とめっちゃ濃いっていう色が入ってるわけではないので、そんなに派手なメイクになってないんじゃないかなと思います。で、チークもツヤ感もある色なので結構はっきりのせたんですけど、意外と馴染みますよね。はい。なのでちょっとリップを濃いめにしてもそんなに喧嘩しないかなみたいな。なんかちょっとおしゃれ顔になってませんか？ちょっとね、アイシャドウ実はもう一つ買ったんですよ。今回メインで使ったのがこっちの147番。今回はこっちを使ってメイクしたんですが、実はこっち148番のちょっとベリー要素強めな感じ。こっちもね、可愛いよね、絶対。ので、ちょっとこっちも使いたいんだが、しかし、どうしよう。こっちも最後やる？
ちもやってみるか。じゃあ最後これを使って今日は終わりにしたいと思います。じゃーん、こんな感じで4色。これも可愛いよね。はい、じゃあアイメイクだけ落としたのでやっていきます。まず全体にここのカラー使っていきます。このカラーはね、割と使いやすいベージュピンクっぽい感じで、これをまた全体に、今回ね、ちょっと赤みがあるカラーを主役にしたいので、でもめっちゃ可愛い。このチークにももうすでに合いますね。で、目の下にものせよう。目の下にがっつりのせてもくすまない色だから、可愛いこの色。すっごい好み。いいですね。もうこれだけでなんかちょっといい感じじゃない？そしたら次この、赤っぽい色。この色もね、可愛いんですよ。二重幅あたりにのせていきます。こっちも可愛いよね。ちょっと悩んで両方ともね、今回はゲットしたんですが、嬉しい。両方使えて。ありがとう。で、目の下にもこんな感じで。目の下はちょっとね、この色ははっきりした色なので、際にだけこんな感じで。可愛くない？良くないですか？すごい。したらここのプラムカラーを取って目の上と、あと目の中心あたりにちょっと白みがあるので、中心あたりにのせると立体感出んじゃないかな。どう？最後アップにしたらもうちょっと分かりやすいかも。かわいい。したら目の際にこのキラキラを。いかがでしょうか？可愛くない？いい感じです。なんかこうパッと見この上がね、2色ともだいぶこうちょっと個性ありそうかなと思って、下も結構赤っぽい色が入ってたりしたので、ちょっと難しいのかなと思いきやですね。ものすごく使いやすくて可愛い、いい色が揃ってます。で、そもそものここの色がすごい好み。すっごい可愛い。正直悩んだらここの色をがっつりのせれば、上からまた重ねれば、なんか秩序は保たれる感じ。いや、こっちも可愛い。どっちもめちゃくちゃ可愛いです。正直イエベブルベ関係ないんじゃないっていう、なんかちょっと個性的なカラーが入っているからこそ、もうなんか挑戦してみてほしい。プラム系も入ってるし、オレンジ系も入ってるしとか、なんかね、本当にみんなに使ってもらいたい楽しいアイシャドウっていう感じです。普段パーソナルカラー的にプラム系使わないんだよなとか、オレンジ系使わないんだよなって、そういう風にこうお互い思ってるようなカラーが一緒になっているので、なんかそこでね、また新しい扉が開いて、意外といけるじゃんとか、こうやって組み合わせれば使えるんだとかね、そういう発見をこのパレットでしてくれたらいいんじゃないかなってすごい思いました。どっちもマジで可愛いので、ぜひちょっとね、まだ再入荷とかタイミングがあった時にチェックしてみてください。はい、ということで今回はですね、スックと、エトボスとかその他3とかいろいろ新作を使って、メイク完成させてみました。本当はね、ナーズとかシュウエムラとかまだまだ紹介したいアイテムあるんですけど、なんか1個これでメイク完成したので、今日はこの辺で満足したので終わりにしたいと思います。また夏コスメ大量レビュー第2弾でお会いしましょう。ということで、この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。また、Instagram や Twitter、TikTok やレッドなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。